こんにちは。今ですね、私の日本の家族がロサンゼルスに遊びに来ていて、今日はですね、これからメキシコの中央に位置するグアナファトという町に旅行しに行くんですけど、ロサンゼルスからグアナファトへの直行便がね、1日1便しかなくて、それもね、なんかすっごい不便な時間帯だったので、今日はですね、これから陸路でメキシコのティファナっていう町に渡って、ティファナから国内線でグアナファトに飛びます。ティファナからね飛ぶメリットとしては、メキシコ国内線の便数が多いっていうのと、チケットの価格がですね、アメリカから飛ぶのに比べると半額近くになるということですね。アメリカに10年ぐらい住んでいるんですが、メキシコまでね陸路で入国したことがないので、ちょっとねその様子もカメラに収められたらいいかなと思っています。ということで、今メキシコの国境付近まで車で向かっています。アメリカサイドの国境に到着しました。アメリカから陸路でメキシコに渡る際に、こちら CBX クロスボーダーエクスプレスというメキシコのティファナ国際空港とアメリカのサンディエゴを結ぶ歩道橋を使います。陸路で国境越えをする手段として、この橋を渡ることで徒歩で簡単に国境を越え空港を利用できるというサービスです。今ですね、ロサンゼルスから車でだいたい2時間半 Yeah, about 2.5 hours. A little more, but that's because we made a rest stop. ここからですね、今まだ私たちはアメリカサイドにいるんですが、ここのね橋を100メートルぐらい渡るともうメキシコ、ティファナの空港に到着するということですね。Yeah, much more convenient than actually having to drive through Tijuana and parking at the Tijuana airport. すごい便利だよね。一人ね片道25ドルかかるんですけど、ちょっと高いよね。ちょっと高いけどまあしょうがない。Convenience charge. そうだね。でもすごくオーガナイズされてて。Yeah, it's really nice. We'll show you what that looks like. こちらが CBX を利用するのに必要なものリストです。私たちは FMM フォームというメキシコに出入国するために必要なフォームをまだ記入していなかったので、こちらのスペースでパソコンを使って記入します。いざ必要書類がすべて揃ったので、国境をまたぐ歩道橋に向かいます。いざメキシコのティファナへといっても、その辺のモールにありそうな連絡通路みたいな橋を渡ります。ですが、もちろん実際の国境があります。歩いて国境を越える体験ってなかなかできるものじゃないので、少しワクワクしました。あっという間にティファナ空港に到着です。空港に到着すると、まずは X 線による荷物チェック、そしてメキシコの入国審査があります。あとはそのまま荷物検査をして出発ゲートに向かいます。グアナファトに行くんですが、グアナファトまでね30分ぐらい車でかかります。でウーバー呼んだけどダメで、ちょっと今からねタクシーのチケットを買いに行きます。その辺で勧誘しているタクシーに乗るとボラれる確率が高かったり、メキシコではウーバーの登録者を知り合いの知り合いに貸していたりするケースがあり、
犯罪が起こっても犯人が分からず泣き寝入りなんてこともあるんだとか。今回は空港公式タクシースタンドで前払いをしてグアナファトのホテルまでのタクシーチケットを購入します。料金はこちら。28番と書かれたタクシーを探しに行きます。いました。空港公式タクシーは真っ白な車体に飛行機マークが目印です。予約しているホテルがあるグアナファトの旧市街に向かいます。こちらはグアナファト名物トンネル道路です。かつて銀の採掘で栄えたこの町には地下水路や銀の採掘のために掘られた通路を現在は道路として使っています。なんだかテーマパークのアトラクションに乗っている気分です。今日から4泊するホテルに到着しました。お腹が空いたのでレストランに向かおうとしたら雨が降ってきました。山間部に位置するグアナファトの天気は変わりやすく、予期せぬ雨もたびたび。折りたたみ傘が大活躍です。メキシコ料理といえばタコス。メキシコに行ってまず食べたいのが本場のタコスです。グアナファトについて1食目は地元の人にも人気のタコス屋さんに行ってきました。すごい食べやすい味付けが。おいしい。なんかドリトスっぽいよ、ドリトス。Super tasty. Happy to start a Mexico trip with tacos. Makes me happy. Razones para quererte, tengo tantas razones para quererte, cariño, tantas razones para quererte. 先ほどのタコス屋さんではアルコールがなかったので、お酒を飲むついでにディナーに行きます。Cheers! 念願のマルガリータ。つまめそうなものをオーダーしたつもりが全部ポーションが大きい。
あと空腹の大人が2人ぐらい必要な量でした。 Tantas razones para quererte, tengo tantas razones. Para quererte. おはようございます。昨日私たち家族はメキシコの中央に位置するグアナファトにやってきました。この町はですね、スペイン植民地時代に発展し、当時のねコロニアル建築が残る美しい景観が有名です。かつてこの町はですね、銀の採掘で発展したこともあり、この町のね銀行群と美しい景観っていうのはね、ユネスコの世界遺産に指定されています。私はねいつかグアナファトって行ってみたいなって思っていた町の一つで、すごく観光するのが楽しみなんですが、この町はね標高が2045メートルの位置にあるので、無理せず楽しい旅にしていきたいと思います。それでは行ってきます。 We learned something here in Guanajuato that the alleyways are called callejones. They adopted a culture from Spain in the 1960s called callejoneras, where college students gather with groups of people and sing songs, and then they walk around in the alleyways from about 9:30 to about 10:30 at night. Every night, singing and playing music. Yeah. And it happens every night. And we learned that our hotel is on one of the alleyways. Every 30 minutes, I feel like. It's really cute, but also it's kind of loud. So if you want to go to bed early, maybe bring earplugs. そうなんかね、何時に終わるのかなって思って待ってたら夜の11時までやってんね。というちょっとなんか驚いたポイント。でも可愛いよね。Yeah. しかもみんな歌うまいしね。They're good at singing too. Yeah, really good at crowd control and making everybody laugh and sing together. It's really cute, but it's kind of loud. まあでも we slept well. Yeah. So Yeah, no worries. yeah. じゃあ観光していきましょうか。行ってきます。行ってきます。いつもはですね、私たちホテルでね朝ごはんを食べることが多いんですが、今日はねちょっと地元のカフェでいただきたいと思います。で、朝ごはんの前にこの町にはね有名な大学があるそうなので、ちょっとまずはね大学を見に行ってみましょう。こちらのグアナファト大学はラテンアメリカで最も古い大学の一つとして知られています。特にこの113段のね石段がある本館が有名で、1732年に完成したため300年もの歴史があるそうです。私はメキシコに来てペソを換金することがあるんですが、結構ね500ペソがマックスで1000ペソって見たことがないんですが、1000ペソのね紙幣にはこちらのグアナファト大学が印刷されています。This is so cool to be here and see these steps in real life, because one of my favorite film directors, Robert Rodriguez, filmed a movie a while ago called Once Upon a Time in Mexico, and the villains are going up these stairs here with their guitar cases. 先ほどですねこの階段って113段あるって言ったんですけど、この階段を上り切った先にはねグアナファトの景色がね一望できるそうなので、ちょっとね行ってみようと思います。113段。日頃のね運動不足もあるんだけど、標高もあるからちょっと疲れやすいかも。今半分は来たかな。やばいやばいやばい。なんかね足にくるわ、足にくる。でもさ、こんなね素敵な大学で学べる大学生っていいなって思いますね。It's almost there. Okay.
さて見てみます。すごい。すごいね。Beautiful. なんかね、何度も雑誌で見たんだけど、こんなカラフルなんだって思って、この景色をさ、この大学でね学ぶ学生さんって毎日見れるんだって思ったら、なんかすごいいいですよね。And they're probably in really good shape from going up and down these stairs. あ、そりゃそうやな。Good blood flow helps with learning. いや、綺麗。Pipla. そう、後でね、ピピラの丘、丘にもね登ってみたいなと思っているので、まあ、でもね、ここすごい綺麗だね。脚力に自信のある方はぜひこの大学の階段登ってみてほしいですね。いや、でも本当天気が最高にいいね。はあ、ラッキー。Great. 今私の家族を待っています。そろそろね現れると思うんだけど。今朝ごはんをいただきました。結構ボリューミーでね、味付けも美味しくて、大満足です。ということで、これからですねグアナファトの街が一望できる絶景スポットに向かいます。歩いて登ることもできるそうなんですが、ちょっと標高もあるのでね、私たちはケーブルカーを使います。ケーブルカー乗り場に到着しました。往復分のケーブルカーのチケットを購入します。
beautiful view. すごい可愛いね。 Oh, it looks like a painting. Yeah, I'm glad they're not all the same color. うん。でもなんかさ、ちゃんとブレンドインでマッチする。すごーい。It's gorgeous. これは感動するね。 Beautiful day. うん。今ですね、ピピラの丘という絶景スポットにやってきました。そしてこちらの銅像はメキシコ独立戦争の英雄ピピラだそうです。大きい。スペインからの独立に若き鉱山労働者のピピラが貢献したそうです。そんなピピラが今もグアナファトの街を見守っているようでした。今私たちはグアナファトのちょっとした観光名所になっている口づけの小道にやってきました。この小道にはかつて仲違いした家が向かい合わせにあり、その家の娘と息子が恋に落ちてしまい、両親に内緒で毎晩ベランダから身を乗り出して口づけを交わしていたという伝説があります。グアナファト版のロミオとジュリエットみたいな感じかな。グアナファトってこの手のねちっちゃい小道がたくさん点在しているんですが、特にねこの口づけの小道はここの道幅がねたったの68センチしかないそうです。なんか可愛いよね。あ、また誰かがキスした。今私たちはグアナファトの中心地にそびえ立つ聖母大聖堂にやってきました。What a beautiful looking church. Let's go inside and check it out. 街の中心部で人々の目を引く黄色い教会。1600年代に作られたバロック様式の建築の教会です。外部だけでなく教会の内部にも美しい光景が広がっており、神聖な空気に癒されました。グアナファトはかつて銀の採掘量が世界の3分の1を占めていました。現在でもシルバーのジュエリーが有名で、私たちもジュエリーストア巡りを楽しみにしていました。いやグアナファトの街ってなんていうのかな、本当すごくコンパクトで中心地だとね、全然タクシーとか取らなくていいから本当歩いて回れてすごいいいよね。It might be harder to actually take a car here than walking around. すごいヒリーだしね。Hilly and none of the streets are very straight. それにねもう本当にたくさんの小道があって、本当名もなきフォトスポットが本当にたくさんある。すごい可愛いよね。Yeah, it's fun to take pictures. It's so colorful. ただね、これまでいくつかメキシコの街って行ったことがあるんだけど、一番英語が通じない。Yeah, not much English. But I think they understand Spanglish. Or you could say
some words in English and some words in Spanish. You can get by pretty easily. でもね、皆さん本当にすごい優しいね。うん。優しいからなんとか理解してくれようとするし。Yeah, everybody's really nice. うん。いいね。すごいこの街気に入りました。Wow, look at that. せっかくなのでグアナファト名物トンネル道路に歩いて行ってみます。かつて地下水路や銀の採掘のために掘られた通路として使われていた地下空間を現在は道路として使っています。石造りの古めかしい造りでなかなか趣があります。So I was learning that originally that these tunnels were built to help alleviate flooding back in the 1800s because there's so many rivers that converge into this valley of Guanajuato that the town would flood like every year. Wow. So they had to dig all these tunnels to help build or to help divert the water. Before dam or Yeah, something. so that they built a dam and then they converted them to driving tunnels. Makes sense よね。 Right? I was hoping they were silver mining tunnels, but all the silver mines are further up in the mountains. But it may, some of them. Yeah, hopefully they found some silver while they were digging the tunnels. グアナファトには可愛らしいカフェがたくさんありますが、その中でも美味しいコーヒーが飲めると聞いて、街の外れにあるカフェタルに向かいます。カフェタルはスペシャルコーヒー協会のメンバーにもなっているほどのスペシャリスト集団ということで、コーヒー好きな母の期待も高まります。Certified coffee? From which state? Veracruz. Yeah, really smooth and very balanced coffee. Not acidic at all. It's really good. I like it. メキシコにおける代表的なコーヒー産地であるベラクルス州コアテペクのコーヒー豆のうまみを最大限に引き出しています。デビッドを派遣してコーヒー豆を買って帰ることが可能かを聞いています。今夜は Google で評価が高かったこちらのフレンチレストランでディナーをいただきます。今ですね、今朝グアナファトのね景色を一望できるピピラの丘に登ったんですけど、やはりねここはもう夜景も綺麗ということで、ディナーをね済ませた後に私とデビッドが今からね夜景を見に再びピピラの丘に登ります。
徒歩でもね登れるからちょっと迷ったんだけど、でもやっぱり夜はね治安がちょっと心配なので、やはりねちょっと待ってでもケーブルカーで行こうと思います。チケットをまた購入して、これからケーブルカーで丘の上に向かいたいと思います。昼だけでなく夜になると街に光が灯ってさらに幻想的に。昼間に言い忘れていましたが、この夜景はメキシコナンバーワンだと言われていて、ディズニー・ピクサーの映画「リメンバー・ミー」の中でもこの夜景に感動してインスパイアされたクリエイターたちが死者の国を作り上げたと言われています。昼のピピラの丘とは全然違う。なんかね、私は夜のピピラの丘好き。I feel like during the day, it really feels like Guanajuato, seeing all the different color そうよ buildings. ね。But at night, it just looks so cool. All the different lights and the energy. You can really feel it from the city. Everybody's out enjoying the weather and the good time. なんかメキシコ一の夜景だそうです。This is so cool. I love that there's a funicular too. We don't have to walk. そうね。まあちょっと待つけどね。でも worth it。やっぱりなんかそのグアナファトに来て一晩泊まるっていう理由の一つがやっぱりこの夜景を見ることっていうのは、すごい共感できる。本当に来てよかったです。What a cool experience. I'm glad we came here. This is so fun. ということでまた明日もあるから、今日はね皆さんここでおやすみなさい。夜風の涼しさとこの宝石箱をひっくり返したような夜景に癒されて、1時間ほどぼんやりとこの景色を堪能しました。おはようございます。このホテルの近くにねフレンチカフェがあるそうなので、今日はねそちらで朝ごはんをいただこうと思います。朝ごはんの後はまず換金をします。この町の博物館やケーブルカー、
小さなレストランや雑貨屋さんはまだ現金オンリーです。空港はレートが悪いので街中で換金します。ここはなんと家電屋さん。換金をするにはパスポートが必要です。先ほどですね、朝ごはんを食べて、今私たちはこちらイダルゴ市場というね、グアナファトの市場だそうで、この建物ねすごく素敵だなと思って調べてみたら、メキシコの独立戦争後100周年を記念してね建てられた鉄道駅の駅舎跡に建てられたマーケットだそうで、ちょっとこれから行ってみようと思います。市場の内部は吹き抜けの2階建てになっていて、2階から広い市場を一望できます。2階には可愛い雑貨や衣類、バッグなどが並びます。テキーラの可愛くない？可愛い。ねえ、あ、これ可愛いじゃん、見て帽子。これ可愛い。おこれ可愛いね。これにしようかな。これにしようよ。いやー、なんかすっごくたくさんお店があるんですけど、すごい可愛い雑貨がいっぱいあります。お土産探しにはいいよね。1階は新鮮な果物や野菜、地元の特産品、手作りの工芸品などが並び、地元の人々の暮らしや文化を垣間見ることができます。続いて向かったのはジェラート専門店エスタシオンジェラートです。ここでは毎朝オーナーが仕入れたばかりの果物で新鮮なジェラートを作っているそうで、 Google で評価が高かったので行ってみました。お試しもできるみたいなので、はい、私はメキシコのフルーツのアイスクリームを試してみます。いただきます。なんかさくらんぼに似てる。It tastes like a cherry. It's something like that, Cherry? but we have a cactus, cactus. special cactus, and it's leaf. なんかおそらくサボテンの上に咲いてる花の中にある実みたいな。気になって調べてみたら、どうやらうちはサボテンの葉の先につける実をフルーツのようにして食べるそうです。モヒートのジェラートいただきます。めちゃくちゃさっぱり。Kiwi, okay. デビットと11。私はモヒートのジェラートにしました。めっちゃいいやん、ここ。涼しいね。はい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 。あ、ここいいね。2階のテラスはイートインもできて、街の景色も楽しめます。メキシコを代表する画家の一人として知られているのがディエゴ・リベラ。彼といえばね、フリーダ・カーロの配偶者として知られていますが、その彼がね、ここグアナファトの出身ということで、今ね私たちはこちらディエゴ・リベラの生花博物館に来ています。それでは行ってみます。
主に1階部分は19世紀の暮らしを再現した展示になっていて、2階から4階まではディエゴ・リベラがメキシコの壁画運動に着手する以前の作品が展示されていました。若かりし頃のスケッチ、フランス留学でピカソから影響を受けたキュービズムの絵、壁画制作のスケッチなどが展示されています。メキシコシティで行ったフリーダ・カーロの聖火美術館とはまた違ったディエゴの生涯に焦点を置いた博物館はどこか新鮮でした。グアナファトには可愛い雑貨屋さんが点在しているので、ディナーまで少し雑貨屋さん巡りをします。こちらのお店ではセルビン焼きというグアナファトで作られた焼き物を取り扱っていました。セルビン焼きとはグアナファト州タランダ・グクアオにあるハビエル・セルビンさんの工房で作られている焼き物で、その特徴は繊細なデザインに細かい模様、柄が細かくなるほどお値段が高くなります。今夜のディナーはコスタル・カルチュラ・カフェテラというメキシコ料理におしゃれなインテリアと洗練された雰囲気が楽しめるレストランでいただきます。乾杯。エビとタコのタコスをオーダーしましたが、とても美味しかったです。